はい、皆さんこんにちは。北海道のフライフィッシングシーンを伝えたいエゾアウトドアーズです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はこちらのセージから出ている R8 コア、このフライロッドをレビューしていきたいと思います。それではスタート。今回このロッドをレビューするにあたって、僕の経験やフィールドテストをもとに皆さんにお伝えしようと思います。フライフィッシングをしたことがある方なら一度は耳にしたことあると思います。この政治社、今年のフラッグシップである R8 コア、釣り味が楽しい、あとは実調に即したロッドという部分にとてもフォーカスしたロッドだと書いてました。僕の勝手なイメージですが、政治社のフライロッドは固めというか、キャスティングは快適に気持ちよくできるイメージなんですが、実調となるとちょっと硬すぎるかなと実際思ってました。このフライロッドを手にするまでは。ちょうど5月頃に札幌のフライフィッシングショップであるテムズさんでこの政治社の R8 コア、これを振る機会、試搭会が開催されるということで、早速僕もそれに参加しました。この R8 コア、これをキャスティングすると、軽さはもちろん素晴らしいんですが、フィーリングですね、キャスティングのフィーリングがとても良くて、今までのファストアクションロッド、これを覆す革新的なロッドになるんじゃないかなと思って、とても気になっていました。このロッドを使って大きなビッグなトラウトを釣るとどうなるんだろう。僕のフライフィッシングをもう一つ上の段階にステップアップできるロッドになるんじゃないかなと思いまして、試搭会からそれほど期間も空かずにこの R8 コア購入しました。僕が買ったのは9フィート6番のファイティングバットモデルです。前置きはここまでにして、この R8 コアどんな感じか皆さんにお伝えしようかなと思います。ここからは実際に1シーズン使ってみた R8 コアのキャスティング性能をお伝えしようと思います。正直に話すと R8 コアは皆さんが思っているよりもしなやかなロッドです。フォルスキャストをするとパワーを伝達するとき、ストロークを切り替えるタイミングが手に取ってわかるので、キャスティングも上達しますし、近距離ではディップのブレもかなり抑えられているので、狙ったポイントにフライを送り届けやすいような気がします。中遠距離でも一発でドーンとフライを送り届けることもできます。R8 コアは公式のホームページでも説明があったように、バックボーンが非常に強いのでピックアップが簡単です。つまりは見つけた先にライズが急にあった時に即座に振り向いて一発でピックアップ、そしてワンキャストでドーンとライズを狙った釣りも可能です。ロッドも非常に軽くて、1日に何十回や何百回もキャスティングする中で、軽いのはキャスティングのレスポンスや正確性にも有利かと思います。特に9フィートを超えるロッドや高番手になるほど恩恵が得られるのではないかなと思っています。次は1回のピックアップとキャストでどのくらい飛ばせるか実際にテストをしてみました。コンディションはこの日はほぼ無風で、ラインはリオのゴールドを使っています。まず楽に10メートルはワンキャストでいけました。徐々にラインを出していって、バックパックを背負った状態でこの日頑張って約18メートル以上はフライラインをワンキャストで飛ばすことができました。セージのキャスターはだいたい24メートルのラインを楽にピックアップできるっていうことなので、このロッドはまだまだレスポンスを秘めていると感じています。ここからはドライ、ニーフ、ストリーマとそれぞれの
フライを使った経験を話させていただこうかなと思います。はじめはストリーマーを使ったシーンから。このシーンは支笏湖にいた時にマラブーストリーマーを使ってリトリーブをしていました。その時にテールに使ったマラブーをかじるような、つつくような感触がロッドを通して手に伝わってくるんですよね。これが非常に驚いた部分でした。調べると R8 は非常に感度がいいということで、こういった魚がどこにいるかわからないときはこの感度を生かして魚の定位している場所や深さなど大まかにいる場所を把握することができました。次はドライフライを使ったシーンから。このシーンは10メートル以内で発見したライズを一発で釣り上げたところです。ぜひロッドの曲がり具合も合わせて見てみてください。ファストアクションのロッドは硬さゆえに近距離は苦手だったり、ティペットの合わせ切れ、あとはネットインするときにティペットが切れてしまった、そんな経験がある方も少なくないかなと思います。R8 はしなやかさもあって近距離のキャスティングも得意な距離で、今のところティペットが切れてしまったことはありません。ティップのブレも抑えてくれるので、狙ったスポットに小さなドライフライをプレゼンテーションすることも得意かなと感じました。今回釣り上げたニジマスはだいたい30センチぐらいだったんですが、ニジマスのダッシュやあとは潜ったりする動きに合わせてロッドがいなしてくれるんですよね。魚もバレにくくて、30ちょっとですね。そしてロッドが曲がってくれるので、小さなサイズのトラウトや大きなビッグなサイズのトラウトまいいで顔してる。釣りをしていて、非常に楽しいロッドだなと感じました。最後にニンフフライを使ったシーンを皆さんにお伝えしようかなと思います。ウェイトをたっぷりと使ったヘビーなニンフだったり、インジケーターを使ってもストレスなくキャスティングできました。なおかつターンオーバーも綺麗にしてくれる、そういったパワフルさも R8 コアは持ち合わせてるなと感じました。まとめると、このロッドを使って60センチくらいまでのニジマスを今シーズン釣ってきました。小型のニジマスも手応えあるファイトを楽しめますし、40センチくらいになるとジャンプに合わせたロッドワークを、50、60になると深く潜っていくニジマスのパワーに耐えるロッドパワーを持ち合わせています。より一層トラウト1匹に対しての達成感や釣った時の充実感があるような気がしました。魚や自然とダイレクトに流れるフライフィッシングが持ついい部分をより一層強調してくれるようなロッドと感じました。ぜひとも R8 コアを使ったスイッチロッドやツーハンドロッド、それが出るのを僕は期待しています。潜ろうとするな。よし、どうだ。よいしょ。こげた。よし。釣れました。はい、皆さんいかがでしたか。この R8 コアもっと詳しく知りたいって方は、これまでに出ている僕の動画、特にアカンで使っているので、そちらを見ていただければ嬉しいです。これからもフライフィッシングに関する動画をどんどんと皆さんにシェアしていきたいと思っています。なのでぜひともチャンネル登録忘れなく。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。エンジョイフライフィッシング、エゾアウトドアーズでした。